皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。バンドメイドツアー2025もセカンドラウンドが終わり、サマソニも終わったということで、ファイナルラウンドまでは少しインターバルがありますので、久しぶりにレポートではなく、このチャンネルのチャンネル名にもなっているつぶやきをしてみたいと思います。チャンネル開設当初に一応名手ができるまでという動画を投稿したのですが、今聞いてみるとめちゃくちゃ拙い話し方なので、それの撮り直しも含めて、まずはバンドメイドを発見した撮り直しの部分、それからその後にバンドメイドに出会ったことによって、私自身の考え方や行動パターンや環境の変化、ひいては大げさではありますが、人生がどう変わっていったかみたいなところをつぶやいてみたいと思います。いずれにしろ超絶個人的で完全自分語りの内容ですので、興味のない方は全く見ていただく必要のない動画となっておりますのでご注意願います。ということで、まず撮り直しのところから始めます。私がバンドメイドを知ったのは2020年の1月頃でした。なので全然古参とかではなく駆け出しの新参者です。バンドメイドを知ったきっかけですが、愛知県に単身赴任している時に、一人で暇な時に YouTube をよく見ていて、日本人アーティストが海外で人気みたいなものがなんとなく気に入って、和楽器バンドとかラブバイツなんかをなんとなく見ていたんですね。するとおすすめによくバンドメイドが表示されていたんですが、なぜかずっとパスしていました。あと海外で人気のガールズロックメタルバンドみたいな動画もあって、そこでバンドメイドが1位だったのを見て、へえそうなんだとか思って少し気になってはいました。それで何きっかけかは覚えていないんですが、ついにバンドメイドの動画をポチッとする時が来ました。多分ブルーミングだった気がしますが曖昧です。小学生の高学年くらいの時に3歳年上の兄の影響でビートルズに出会いましてドハマりし、同時にギターを始めて中学でバンドを組んだりしていました。高校になるとまた兄の影響で次はハードロックにはまりまして、主にディープアープルとかレッドセッペリン、クイーンなんかの王道ハードロックを聴きまくっていました。あとちょっと毛色は違うのですが、ボストンとかにもハマってたんですが、いつの頃からか熱意を失って音楽を聴くこともなくなり、アルバムを買ったりすることもなくなって、黙々とサラリーマンをやっていた感じでした。そんな私にとってバンドメイドは完全にど真ん中でした。ど真ん中というか、昔ハードロックを聴きまくってた時になんか物足りない部分というか、一つの曲を聴きすぎると少し飽きてしまうという現象を経験していたのですが、バンドメイドはその隙間を埋めてくれるというか、新しい世界に連れて行ってくれているように感じました。試しに他の動画も見ると全てど真ん中です。ハードロック好きの私に昔聴いていたハードロックのその先の世界を見せてくれた感じです。学生時代に戻った感じの高揚感をもたらしてくれましたし、新曲とかニューアルバムが出るのを心待ちにするとか、本当に何十年ぶりかという思いです。US ツアードキュメンタリーでアメリカの方が再び音楽を聴く気持ちにさせてくれてありがとうみたいなこと言われてましたが、まさにそれです。人生で初めてファンクラブ入会を果たしました。そこからは YouTube でバンドメイド関連の動画を探して見まくりまして、オフィシャルの MV はもちろんですが、過去の海外のファンカムや昔の日本でのライブ映像とかですね。びっくりしたのは、この曲はもう一つかな的な曲が一切なくって全部いいんです。これは MV とかになっている曲だからということではなく、この後収集することになるアルバムやシングルのカップリング曲など全てにおいてです。こんなのは大御所のバンドでも難しいんじゃないかと思います。さらにライブ映像が良かったんですよね。スタジオ録音版とか公式 MV とかももちろんいいんですけど、ライブがめちゃくちゃ良かったんですよね。ハードロックバンドのライブって昔はかもしれませんが、なんかボーカルが聞きにくかったり、ギターの音の再現がもう一つだったりするイメージがあったんですけど、バンドメイドは演奏がきっちり再現されている上に、それを壊さない程度に適度にアドリブも入れつつ、なんといってもボーカルが綺麗に聞こえるんですよね。サイちゃんの滑舌がいいからですかね。とにかく私が今まで持っていた常識みたいなものを塗り替えてくれた感覚でした。それで CD を買い揃えようとしたのですが、初回映像特典付きのものがあるということが分かって、それをどうしても入手したくなりました。それでまず最初に入手した形になるカンカラーはちょうどオンタイムで売っていた小本さんが舌を出している初回限定版を買いましたし、バンドマイコの豪華付録付きのやつは単身赴任先の名古屋のタワレコで発見して手に入れられました。ブランニューメイドのタイプ A もなんとか見つけて購入したのですが、ワールドドミネーションとスタートオーバーとデイドリーミングチューズミーの限定版だけは絶対無理だと思ったので、別途メルカリで購入しました。あとムック本なんかもメルカリで購入して久しぶりの大人買いをしました。
あと YouTube にアップされている館内デビルとかのテレビ出演時のトークものや、日本での下積み時代的なものや、バンドメイド関連のブログとかも見漁りました。こうして見れば見るほど、聞けば聞くほどハマっていきます。これが盤面沼にはまるとか、鳩の穴に落ちるとかいうのを後で知りました。お給仕に関しては時期的に武道館のチケットを申し込める状態でしたので、もちろん申し込みまして、無事当選した時は少年のようにワクワクしました。それまでの間はオンラインお給仕とかをやってくれていたので欠かさず見ましたが、やっぱり生で見たいと思っていたところ、皆様ご存知の通り2021年年明けに武道館中止のお知らせです。自分もですがメイドさんたちも無念だっただろうと思いましたね。でもメイドの日や武道館の日にオンラインお給仕をやってくれたので悔しさを紛らわしていました。それでも4月に豊洲ピットのお給仕をやるということで無事抽選にも当たり、仕事との兼ね合いを考えて前日の移動から当日仕事をどこでやるか、お給仕終わってホテルに泊まって翌日はここで仕事してとか詳細のスケジュールを作りながら待っていたら、やっぱり中止連絡です。それからは悶々としながら YouTube を見たりしながら耐えてました。中止になったけど2回も当たって抽選を使ってしまった感があったのですが、翌2022年のプレ US ツアーお給仕で大阪ナンバーハッチと名古屋のダイヤモンドホールに当選しました。エクマンは何度申し込んでもダメでしたね。それでいよいよ8月、2度あることは3度あるとならないように祈るように待っていたナンバーハッチですが、前日でも中止連絡なし、無事お給仕が開催されることになり、ついに初帰宅です。しかも初帰宅で整理番号 SS20 番とビギナーズラックを引き当ててまして、いきなり最前列のミサさんと小畑さんの間です。こんなことってあるんですね。もう高揚してあまり記憶がないほどでしたが、皆さんが多分感じられるであろう、本当にメイドさんたちって存在してたんだとか、やっぱり生のお給仕って素晴らしいんだとか、おまじないタイムって本当にやってるんだとか、とにかく気分は最高で、やっぱりバンドメイドって私にとってど真ん中のロックバンドだと感じられました。同月に名古屋ダイヤモンドホールで2回目の帰宅です。この時は整理番号が S の18番で5列目の最ちゃん前でした。それで次の帰宅が私的に人生初となる新幹線に乗って泊まりがけでライブを見に行く経験となった翌年2023年1月9日の東京ガーデンシアターでした。東京ガーデンシアターは A ブロック12列22番でまずまずの位置でした。それで今回の10thアニバーサリーツアーに帰宅し始めたという歴史です。チケットの番号がだんだん後ろになってきているのが少し気がかりなところです。以上が私がお名手になった経緯などなどです。コロナ禍でバンドメイドに出会ったという私と似たような境遇の方も多数いらっしゃるような気がします。私にとってはコロナ禍も悪いことばかりじゃなかったんだなと思いました。元々の動画はここで終わっているのですが、ここから2年ほど経ちましたので、この辺りから現在2025年9月までの変化も含めてつぶやいてみたいと思います。2023年1月9日の東京ガーデンシアターのお給仕の後は、ザ・ラストロックスターズのオープニングアクト出演などを挟んで、10thアニバーサリーツアーが3月から始まります。私的には3月末で一旦フリーランスの仕事も契約終了となり、セミリタイヤ状態になりましたので、本格的にツアーに帰宅できるようになりました。といってもツアー開始となる3月の九州ラウンドの時はまだ仕事をしていて、しかも土日も十分に休めないような仕事でしたので、私の10thアニバーサリーツアー帰宅は4月の神戸、大阪、京都の関西3公演からになりました。ということで4月の関西3公演に帰宅して、かつ仕事を辞めて暇を持て余すようになっていた私は、この3公演のレポート動画を作成して YouTube に投稿するという暴挙に出ます。このあたりのことは同じく拙い喋りで恥ずかしいのですが、なんで YouTube という動画で語っていますので割愛します。ただ当時の私はというと全然ガチ勢的な感じではなく、行けるお給仕はチケットを取って帰宅しますが、絶対全てのお給仕に帰宅するぞというような意気込みはありませんでした。さらに2023年の10月からはセミリタイヤ状態から脱して個人事業主として仕事も再開していましたので、時間的にも全く自由という状態ではありませんでした。ですので例えば土曜日に札幌に飛行機で行ってお給仕に帰宅して日曜日に飛行機で帰ってくるとかはありだったのですが、秋田のお給仕に帰宅して秋田に泊まってそこから札幌へ移動して札幌のお給仕に帰宅するみたいなのはちょっと無理かなって感じでした。このあたりの感覚分かってもらえるかどうか分かりませんが、微妙な線引きです。とはいえもともとは妻が年末にザ・イエローモンキーの武道館のライブを泊まりがけで見に行くというのを見て、よくそんなエネルギーあるなとか思っていた私からするとこの時点で大変化です。あとこれまでの人生でフェスなるものに行ったことがなかったというのもあって、フェスに行くという選択肢も全く視野に入っていませんでした。それと X でつぶやいたりはし始めてましたが、 FF の方もほぼいない感じで、チケットは自力でゲットすること以外の選択肢があることも知りませんでした。
ですので10thアニバーサリーツアーはチケットが当選しなかった新宿、静岡、長野、札幌の球児は行きませんでしたし、秋田、仙台に至ってはチケット申し込みもしないという感じでした。当然フェスも行っていません。あとお給仕に帰宅する時の環境ですが、私が初めてお給仕に帰宅した2022年8月のプレイ US ツアーお給仕のナンバーハッチから翌年2023年の10thアニバーサリーツアーの神戸ハーバースタジオまでは完全ぼっち帰宅というか、誰とも話をしたりせずにお給仕だけ楽しんで帰った感じです。次の京都 KBS ホールのお給仕の時に私の X のポストに返信いただいた方と挨拶させていただいて、初めて他の名手様と接触というか会話した感じになりました。でもその後の給仕でも並んでいる時に隣同士になった方と話したりするくらいで、基本的には知り合いと言えるお名手様はいない感じでした。そんな私の環境が少し変化したのが9月30日の高松モンスターのお給仕の時に知り合いと言ってもいい感じのお名手様ができまして、そこから紹介していただく感じでお給仕に帰宅するたびに少しずつ挨拶できるお名手様が増えていく感じになりました。ツアーファイナルの横浜アリーナの頃にはさすがに結構顔見知りとなったお名手様が増えてきていましたが、お給仕後の打ち上げとかに誘っていただけるようになるのはまだ先のことです。それでこの頃になるとチケットが外れた場合もなんとかゲットできる方法も学んで、翌年2024年3月の LINE キューブ渋谷でのアコースティックお給仕にも帰宅することができました。それでその LINE キューブ渋谷であるお名手様と知り合いになったのが今から考えると転換期で、そのお給仕後の打ち上げにも誘っていただいて初めて参加させていただけましたし、そのお名手様がハブになる感じで一気に知り合いと言ってもいいお名手様が増えていきました。ですのでお給仕前に集まって美味しいものを食べに行ったり、お給仕後に打ち上げをしたりと、お給仕以外にも楽しいことが起こり出します。そういう環境の変化もあり、私の盤面沼というか鳩の穴へのはまり込み具合がさらに進行していって、少なくとも日本であれば全てのお給仕に帰宅したい、フェスにも行ってみたい、バンドメイドのステージを盛り上げるのに少しでも貢献したいという感覚になっていきました。盤面沼の次のステージに上がった、いや降りた感じですね。ですので人生初のフェスジャイガにも知り合いのお名手様と一緒に行くとか、サマーソニックにも駅で待ち合わせて一緒に行ったりするようになりました。一緒にバンドメイドを楽しむ仲間ができた感じです。ということで2024年はフェスのライジングサンとトレジャー以外は全て帰宅しましたし、その遠征お給仕の前後でお名手様仲間と一緒に聖地巡礼をしたり、関西でお給仕があった時は私が車を出して京都の聖地巡礼をしたりするまでになってきました。あと各地でお召し様同士の交流というか飲み会とかをされているのは知っていたのですが、大阪で自らが店を予約して飲み会をやったりと、お給仕以外での交流もできるようになってきました。漠然と寂しくなるのではと思っていた私の人生が楽しくなってきました。あと変わったことといえば、小鳩さんのゼマイティスシグネチャーモデルのフラッピーピジョンが出た頃はまだまだ沼の浅いところにいる感じでしたので、すごいなぁと思ったくらいだったのですが、この年の年末ミンチョの PRS シグネチャーモデルが出た時は沼のかなり深いところまで降りていたのか、こんなん買うしかないと発売日に即購入することに躊躇がありませんでした。すぐに売り切れてましたので正解でしたが、これって結構変化している点なのかもと思います。そういえば PRS のイベントとかお給仕とは関係なくてもメイドさんたちを見れるならどこへでも行く感じになってきてましたね。という感じでかなり変化した2024年を過ごしまして、現在の2025年になります。2025年になっての変化点は、これまでは行かなかった東北地方のお給仕やフェスにも参戦するようになったこととか、前回の全国ツアーである10thアニバーサリーツアーではできなかったししなかった全国ツアーの全通が今回のバンドメイドツアー2025ではできそうだというところでしょうか。お給仕以外のイベントですと、ロックはレディのたしなみでしての先行上映会に新幹線に乗って日帰りで見に行ったり、知り合いの名手様たちと万博っぽい万目 T シャツで揃えて一緒に大阪万博に遊びに行くとかもやりましたね。緩やかに沼を滑って降りていってる感じがしています。ただ海外ツアーにまでついていくという感覚にはまだ至っていませんので、そうなるにはもう一段沼を降りる必要があると思いつつ、切れて久しいパスポートの再取得をしようかと思っているところです。沼の底の方を見ると先輩お名手様たちの顔がたくさん見えますし、そこに降りていくのは時間の問題かもしれません。しかし晩年にこんなに楽しいことが待っていたとは本当に予想していませんでしたし、好きなことを共有できる知り合い仲間がたくさんできるとか本当にまさかです。ここになぜ私が YouTube に動画投稿し
しているのかの一つの理由もあります。多分この動画を見ておられるということは皆さんもそうだと思うのですが、バンドメイドを発見してしまうとその凄さや好きなところとかを人に言いたくなってしまうと思います。でも自分の家族とか知り合いに話すと、多分話すこっちの熱量がすごくてうざがられてしまったり伝わらなかったりと歯がゆい感じになることも多いと思います。で、お給仕とかでお名手様と話すと相手も同じかそれ以上の熱量で語ってくれるので、お名手様たちの交流って楽しいんですよね。でも YouTube だとそれを相手が目の前にいなくてもできるんです。好き勝手にこういうのが好きとかここがすごいとか言いたい放題なわけです。実際自分で声を出して話していると、その言葉がフィードバックされてますます好きになるというか、自分自身で沼の底を掘って降りていってる感じになります。でもこうやって動画を投稿するようになって、お給仕とかでも声をかけていただいたり、中にはファンなんですとか言ってくれる方もいたりします。まさか自分の人生でそんなことが起こるとは想像もしませんでしたし、めちゃくちゃ嬉しいです。会社を早期退職した後は静かにおとなしく過ごして生きていくんだろうなとか思っていたのが、全く違ってめちゃくちゃ楽しい晩年を過ごせています。こんなすごい経験をさせてくれているバンドメイドとスタッフさんたちを含めた関係者さん、そしてもちろんお名刺様たちに感謝です。バンドメイドを発見して素晴らしい楽曲を見て聴けるだけでも幸せなのに、本当にバンドメイドに出会えて幸せな人生を送れるようになりました。ということで、ここまで好き勝手にいろいろつぶやいてきまして、また少し沼を降りた感じがします。もしここまでご視聴いただいた方がいらっしゃれば、こんな自分語りのつぶやきにお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。最後にバンドメイドを知って変わったことで、ここまで言えてないことを3つだけ言って終わりにしたいと思います。ライブハウスのドリンク代を素早く取り出せるように500円硬貨をストックするようになった。ハンドメイドという言葉に反応してしまったり、小島屋を小鳩屋と読み違えてしまったりする。鳩に優しくなるです。はい、ということで今回の動画は以上です。それではまた次回。